やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、低価格は好きかな？今回紹介するのは、3万円オーバーから1000円以下まで、幅広く取り揃える TRN の、現行最安値モデル、TRN-MTE だ。この価格ながら、きちんとリケーブルも可能だぞ。MTE は、TRN の低価格1ダイナミックドライバモデル、TRN-MT シリーズに属する1本、低価格向けの構成、さらには、最もシンプルな、基本のダイナミックドライバー一発のみの構成、ということもあって、TRN の中でも最安のシリーズだ。でもって、MTE はその中でも最もシンプルで、最も安いモデルとなる。というのも、他の MT シリーズと違って、20磁気回路を搭載したドライバーじゃなくて、10mm の、通常の振動板、そして、通常の回路周りを持つ、基本的なイヤホンなんだ。数年前にとりあえずサブベースでぶん殴れるポテンシャルを持った、20磁気回路搭載ドライバーが出回ってから、TRN は、しばらく、20磁気回路搭載のモデルばかりを展開してたんだけど、この MTE は久しぶりの通常の 10mm ドライバーを採用した1台となるな。ところがどっこい。なんか商品ページのドライバー説明から嫌な予感がする。あるスライドでは、液晶コンポジット、バイオセルロース振動板の文字。樹脂2000位系ドライバーって合体できるのかなと思ったら、別のスライドでは、通常の複合ポリマー振動板の文字に、個人的には、コストとかそこら辺も考慮すると後者の方なんじゃないかな、と思うな。何にしろ、いい音が出りゃ問題はないくらいの精神状態で臨むくらいがちょうどいいぞ。最近本当にすごいモデルがいっぱい出てるけど、ちょっとくらい怪しいくらいの方が中華イヤホンって感じしてくるな。というわけで、採用されているドライバーは 10mm の振動板こそ同じものの、20磁気回路を採用していない分、他のモデルより薄いものが本体の中に収まってる。ちょっと待て。なんか見覚えあるな。君、もしかして KZ の EDC とか、KZ の SK10 とかに入ってなかった？薄さやドライバー前面のガード部分なんかも同じように見える。低価格イヤホンは、開発費と部品代を圧縮するために、同じドライバーを何度も違う製品に使うことも多くて、TRN も、最近まで、他ブランドと同じドライバーを使ってたわけで、このドライバーを TRN が使ってるところは初めて見たな。でも、MTE はリケーブルが可能。地味にケーブルのプラグ部分が大型のものに変更されているものの、洗剤は見慣れた感じのある、ビニールチューブ感のある細いケーブルが付属する、QDC、あるいは、KZC と呼ばれるタイプのプラグでリケーブルできるぞ。ドライバー周りの表示になんだかワクワクしてくる謎の矛盾があったけれど、外装は本当に進歩してきた最近の水準で作られている。TRN 内現行最低価格モデルとはいえ、粗さや問題も感じない。定番の形状をしているので、装着感についても問題はなしだ。音色についても見ていこうか。公式が出している周波数グラフは、他の TRN 製モデルに比べて明らかに超低音域から、中低音域あたりが強いことを示している盛り上がり方。実際、聞いてみても、中低音域あたりに軸足のある、落ち着いたイヤホンという印象だ。ただ、初期の 10mm ダイナミックドライバー機と比べると、温かく主張が弱い中でも、音色の切り分けがきちんと可能で、同じ、1ダイナミックドライバーの、ブランド内最低価格モデル、TRN-MT1 よりもグラフ通りの中低音域よりの音、という印象だった。一部、かなり音質に問題がある、と感じた人もいるみたいだけど、ドライバー前面の空気抜き穴が塞がっている不具合があるものが混じっているようで、幸いにも違和感などを覚える音ではなかった。ただ、他のスッキリとしたお隣の TRN と比べると、異色な中低音域がグイグイ来る感じの音だ。ただ、面白いことに、この MTE、ちゃんとしたオーディオ環境より、スマホの方が音のバランスが取れる、という噂を小耳に挟んだ。実際、こういったイヤホンをスマホに接続して聞いている人は多いはず。僕の特に音質にこだわってない、TCL10 Pro と接続した時の方が、一応専用の BT-DAC アンプ、FIO BTR5 2021につなげた時よりも明らかにいい音するんだよ。不思議なことに。どうやら、ちゃんと出力を渡すと、中低音域あたりにその分厚みが出るっぽいんだ。そういえば、このタイプのドライバーって、初出が KZ 系の完全無線イヤホンだっけ？完全無線イヤホンでは、バカスカ電力を食らうわけにいかないので、実はより低出力の時に、本来のポテンシャルを発揮できる機種なのかも。いや、でも、普通にちゃんと出力の出せるオーディオ機器につなげてもなかなか面白い音なんだけど、かなりつなげた機種によって、中低音域のバランスと高音域が変わる機種なので、もしよかったら、面白半分でつかめる値段なことだし、挑戦してみるのも悪くないんじゃないかな？ KZ の ZST と全く同じカラーもあることだし。
音色を分解してみようか。高音域はある程度しっかり像は見えるものの、金属音なんかの表現は結構おとなしい、ゆるく聴けるタイプのイヤホンなんだけど、出力が極端に弱い再生機器と組み合わせると、中低音域が引っ込んでここが結構強くなる。ただ、刺さりなどを感じる場合もあったので、必ずしも低出力機器に組み合わせるのが正解、というわけでもないようだ。ボーカルも落ち着いて、全体にゆったりとした聞き心地。ここまでスローテンポな TRN はなかなかないように感じる。そういや昔、Bluetooth 向けイヤホンをそのまま有線機にしたような、TRN-H1 というイヤホンを一時期持ってたんだけど、あれも低出力環境につなげるとハキハキなり始めたっけか。そして低音域、サブベースが先行しないのが、20磁気回路ダイナミックドライバ搭載機との違いだな。オーディオ向けの機器につなげると、中低音域以下がぐいっと持ち上がる特性があるので、これでサブベースまでベース音域並みに出てたら大変なことになってたかもしれないな。空間表現については、普通程度、高音域の抜けがそれほど良いわけではないのに、しっかりと頭の外で鳴ってる感じはする。総合すると、変なイヤホンだ。初心者は素直に MT1 を買うべきだと思うんだけど、なんだか噛めば噛むほど想定外の味がするタイプのイヤホンになりそう。とりあえずエイジング、再生機器の特会で遊んだけど、なんだかまだ遊べるポテンシャルが残ってる気がするんだよな。そういえば、今回は自分の好みでクリアを購入したけど、いつもの ZST のパープルとブルーのコンボカラーも発売されているので、ZST 色のイヤホン収集家の方はそっちの方もチェックしてみてくれ。と、こんなところだな。新型ドライバーは、低価格向けで、でも、しっかり形になってるのは TRN だと思う。僕の手元のものは問題なく聞ける範囲の変化だったと思うな。実は製造時期によって結構あれな個体があるんだろうか。やっぱ購入時に祈る前に MT1 買った方が賢いかもしれない。でも、賢いか賢くないかでイヤホン買うわけじゃないんだなぁ。といったところで今回はここまで。